ハローケンケンです。じゃあ今回前回の続きからの、ピピ島とギリ島をやっていきたいと思います。じゃあ今回はまずピピ島から行きたいと思います。ピピ島ってまずどこにあるかっていうと、この辺でピピ島までどうやって行くかっていうと、まずバンコクまで行きます。で次にバンコクからプーケットまで行きます。でプーケットのラサダっていう港からフェリーが出てます。でそのフェリーに乗って2時間ぐらいでピピドン島っていうピピ島諸島の中で一番大きい島に着きます。で結構時間がかかるんだよね。日本からバンコクまで行くのにだいたい7時間ぐらいかかって、でそこで乗り換えてバンコクからプーケットまで1時間15分1時間半ぐらいで、やっとの思いでプーケットに着きました。でプーケットの空港からそのラサダっていう港まで、ここも結構距離があって、プーケットの空港からラサダ港までだいたい車で早くて1時間くらいかかります。で俺はバンコクからプーケットに飛んで、プーケットのパトンビーチ周辺でちょっと何日か遊んで、でその後ピピ島に行ってます。プーケットも全然楽しい街だし、ダイレクトでピピ島に行くとやっぱりすごい疲れると思うから、一回プーケットで宿泊することをおすすめします。今回アイランドホッピングっていうのが主題なんだけど、ピピ島に関してはプーケット経由で行くか、あとクラビっていうところを経由で行くかっていう感じになると思うんだけど、できればクラビとかプーケットを拠点にして、そこからピピ島に行くとかっていう手段を取った方が一番楽しめるんじゃないかなって思います。ピピ島の日帰りツアーとかもいっぱいあるんだけど、俺的にはピピ島自体がすごいいいところだし、ピピ島に行くんであれば宿泊することをおすすめします。ホテルからピピ島までの行き方と値段なんですけど、でまずホテルまでバンが迎えに来てくれて、でそこから港まで連れてってくれます。港から2時間半ぐらいでピピドン島っていうピピ島諸島の中で一番大きい島に着きます。でここがベースになると思うんですけど、帰りはそのピピドン島からラサダ港から自分が泊まってるホテルとかに送迎してもらえます。それで700バーツなんで結構安いと思います。ピピ島ってどういうところかっていうと、美しすぎるビーチとか夢の楽園とか伝説とかって言われてる、もう肩書きがね結構いっぱいあるんだけど、もうそのぐらい綺麗なところです。じゃあアイランドホッピングの話いきたいと思うんですけど、俺が予約したアイランドホッピングはアーリーバードツアーっていうやつで、朝日の出前に集合して、で日の出を見に行って、その後からアイランドホッピングをするっていうツアーで、値段が1200バーツ、だいたい4000円ちょっとぐらい。結果俺はこのツアーにしてめちゃめちゃ良かったなって思います。でこのツアーはだいたい7カ所ぐらい回るのかな。でも上陸しないところ、マヤビーチとかバイキングケーブとか、もう沖からちょっと見るだけみたいなところもあって、それプラス何か所かでアイランドホッピングしてっていう感じになります。でこのアイランドホッピングでおすすめの場所がマヤビーチって言いたいんですけど、遠目から見ただけなんで、今回のおすすめがモンキービーチです。もう本当に自然に生きてる猿がいるビーチで、もう多分人慣れしてるんだと思うけど、もう全然寄ってくるし、もう体の上に乗ってくるし、もうねめちゃくちゃ可愛かった。モンキービーチがあるツアーにね絶対行ってほしいです。あとは何か所かで潜るんだけど、ちょっと潮がきついかなって思うところで潜ったりとかもするから、ちょっとこれ無理だなって思ったらもうほんと潜らずに船にすぐ戻って待機っていう感じでも全然いいかなって思います。インストラクターに続いて潜りに行ったりするんだけど、でそのインストラクターの後についてずーっとこう移動していくんだけど、俺らが乗ってた船ってその行く先に先回りしてくれてるというか、ありがたいというか、でも逆に言えば途中で戻りたいと思ってもその場所には船がいないっていうことがよくあるんで、これは気をつけてください。で今回行ったアーリーバードツアーなんですけど、半日のコースと1日のコースがあって、俺は1日のコースで行ったんですけど、ぶっちゃけ半日コースで十分です。半日コースってもう日の出前から回って、お昼ぐらいに1回港に戻って、でも1日コースの人はそこからまた行くっていう感じなんだけど、その後別の島に行って
お昼食べて、でちょっとその島で小1時間ぐらいゆっくりして、最後1箇所ぐらい潜って帰ってくるっていう感じなんですけど、別に昼過ぎからいらねえなっていうか、午前中だけのツアーで本当に大満足できる内容だったんで、もしアーリーバードツアーに行く人がいれば、午前中だけの半日プランをおすすめします。でここでお昼ってどうするかっていうと、また別の島に移動して、でボートの会社がもう弁当を用意してくれてて、その弁当が与えられます。でその後1時間ぐらい島でゆっくりするっていう感じになります。戻ってきたのがだいたい3時ぐらいだったと思います。朝日の出前から3時、結構長いっちゃ長いかもしんないけど、で今回乗ったボートがスピードボートで、もうめちゃくちゃ快適だった。で先に言うと、今回案内したアイランドホッピングの3つの中で一番快適なボートだった。ダントツに。もう音楽ガンガン鳴らしてるし、次のポイントまで行く移動時間がね、やっぱ短いっていうのはね、結構ありがたいというか、でボートも結構綺麗だったし、ボートに関してはもう抜群に良かったです。でここもできれば泊まりで行ってほしい。日帰りじゃなくて。でピピドン島ももうレストランもいっぱいあるし、お土産屋さんもいっぱいあるし、エルニドとギリ島とピピドン島と比べて一番エルニドほどごちゃごちゃしてないし、ギリ島ほどのんびりすぎることもないし、で一番散歩してて飽きない場所かなっても思いました。それも含めてね、絶対泊まりで行ってほしいし、もうプーケットと違ってもう日本人なんてほとんど見かけなかったし、もうタイに行くならもうバンコクなんて行かずに、もう全然プーケットを拠点にしてっていう感じで旅行した方が楽しいんじゃないかなって思います。ピピ島のアイランドホッピングで良かったところ、今回行ったアーリーバードツアーがある。当たり前だけども海はめちゃめちゃ綺麗、ボートが快適で、もちろんカメにも2回3回ぐらいちゃんと出会いました。で残念だったところは、結構潜るポイントで潮の流れが結構きついところがあって、そこでもう多分30分40分ずーっと潜り続けてるみたいな感じなんだけど、もう体力的に結構しんどかった。1日ツアーじゃなくて半日ツアーで十分だった。でもそんな感じかな。で次最後ギリ島行きたいと思います。はい、続いてギリ島なんですけど、ギリ島ってどこにあるかっていうと、ここバリ島の隣のロンボク島っていうのがあって、ロンボク島からもうすぐ隣のっていう感じの場所にあります。でギリ島でどうやって行くかっていうと、まずバリ島まで直行便で行きます。でバリ島のデンパサー空港からパダンバイ港っていうところまで行きます。で結構バリ島って渋滞がすごくて、1時間で着くって言われたところが2時間かかったりとかっていうのも普通にあるところだから、大移動する時とかは本当に前もって早い時間で移動した方がいいと思います。でちなみにここもすぐギリ島に行くっていうよりかは、バリ島内でちょっと1泊2泊してからギリ島に行くいいかなって思います。バリ島もね見るとこいっぱいあるし、本当に食べ物も美味しいと思うし、バリ島を基準としてギリ島に行くって考えた方が楽しめるかなって思います。パダンバイ港からフェリーに乗ってだいたい2時間半ぐらい、ギリトラワンガンっていう島に着きます。ギリ島って3つの島からなってるんですけど、そのどの島にも泊まることはできます。で今回俺が泊まったのがギリ島の中で一番大きい島で、一番観光客が多いって言われてる島で、今回ギリトラワガンっていう島に泊まったんですけど、この島別名パーティーアイランドって言われてて、多くの観光客とかがワイワイやるって思うかもしんないけど、全然パーティーアイランドじゃないからね。もう変な記事に踊らされないように、ほんとね、大学生が居酒屋でわーってやってるぐらいなレベルだから、全然パーティーでも何でもないからね。で今回この島についてはそんなに詳しくは話さないけど、知りたい方は前のブログとか見てもらえれば、アイランドホッピングの話に入りたいと思います。俺が申し込んだアイランドホッピングツアーが15万ルピア、日本円で1200円ぐらいです。で大体探せば多分もうちょっと安いのあるっぽいけど、大体10万ルピアから15万ルピア、もう15万以下ならもう即決でいいと思います。
もうたかが本当に何十円何百円の話になってくると思うし、安いとこ探したいってなって歩き回ってるともう多分暑いからそっちの方がしんどいと思うし、もう15万以内なら即決してください。でこのツアーは集合時間も結構遅くて、9時半とか集合でもう10時にじゃあ行こうかみたいな、そんな感じだったんですけど、このツアーのおすすめの場所はもうほぼ全部、このギリ島のアイランドホッピングの特徴として、他紹介した2つとちょっと違うところが、潜ってただ魚を見るだけじゃなくて、なんか見るものがあるというか、沈没船を見たりとか、亀の住処があってそこまで潜ってみたりとか、あとね恋人たちの石像があったりとか、だから結構ね他のアイランドホッピングと違って、ここはちょっとね潜る楽しみがあるというか、そんな感じがしました。でこのアイランドホッピングはちょっと遅めの昼食なんだけど、ここはもう船の人が作ってくれるとか弁当とかじゃなくて、違う島に連れてかれてそこのレストランで食事をしてくれっていう感じ。それはもうタダじゃなくて別に食べなくてもいいし、食べるならお金はかかりますよっていう、そういう感じです。でギリ島でアイランドホッピングして日帰りで帰るって多分無理なんじゃないかなって思うんだけど、帰りの船がもう多分なくなってる時間に帰ってくるから、だからもうここもう絶対泊まってほしいっていうか、泊まるしかないんだけど、もうここね一番のんびりできる。もう何この緩い島っていうか、もう本当にねちょっとね時間の感覚が子供に戻るっていう、なんかそんな感じがしました。でとりあえず今3つ紹介し終わりました。もう一回ねちょっとね海とかビーチを見比べてみたいと思います。ちなみに同じカメラで、設定はちょっと違ったかもしれないけど同じカメラで撮ってます。どうぞ。いかがだったでしょうか。今回のおすすめはアイランドホッピングだけに関してのおすすめなんで、
またねちょっと街の状況とかそこからプラスアルファ何ができるかってなるとまたおすすめはちょっと変わってくるかもしんないけど、今回アイランドホッピングだけのおすすめなんで、それを踏まえて俺のおすすめを発表したいと思います。俺のおすすめはダントツギリ島です。ダントツね。やっぱね潜ってて飽きないんだよね。見るものがあるから。やっぱねエルニドもピピ島も全然潜ってて綺麗だし、まあ魚もいっぱいいるしサンゴもすげえなって思うけど、何箇所もそれずっと繰り返しててもやっぱね飽きちゃうんだよね。でその中で唯一飽きなかったのがギリ島のアイランドホッピングです。っていうことでみんな行こうよギリ島。マジでおすすめだからね、マジで。ただねちょっと遠いよね。ちょっと遠い。やっぱ時間がないとなかなか行ける距離ではないかなっていう。バリ島まで行く機会があるんだったらもうそのついでに本当にねギリ島行ってほしいです。プーケットに行く機会があるんであればぜひピピ島にも行ってほしいです。フィリピンのマニラに行く機会があるんであればエルニドまで行ってほしいです。もうそれぐらいどこもおすすめ。でもその中で一番を決めるならギリ島ね、ダントツで。以上、東南アジア三大アイランドホッピング頂上決戦、頂上に輝いたのはギリ島でした。またね。